バター、今日はなんとサイゼリアにやってきました。めちゃくちゃ久しぶりのサイゼリアなんだけど、サイゼリアなのかサイゼリアなのか未だにわからない。あと略し方もサイゼなのかサイゼなのかサイゼリなのかゼリアなのか一生定まらん。ちなみにどれぐらい久々かっていうと、このメニューに書き込む方式が初めてのレベルの久々で、商品番号と数量とメモを書くみたい。ドレッシング多めとか書こうと思ったけど今回はやめた。書き終わったら店員さんにこれを渡して注文完了。出来上がるまでの時間にこの間違い探しにチャレンジ。10個間違いがあるらしいんだけど本気でやって8個しか見つけられなかった。そんなこんなで商品到着。こんな感じ。半分ぐらいは初めて食べる商品ですね。それではいただきます。まずは小エビのサラダ。サイゼと言ったらまずはやっぱこれですね。新鮮な小エビの色と色とりどりの野菜がまさに芸術的。見た目が華やかで食欲がそそられる。前に食べた時よりもエビの量がすごい多くなってる気がして、エビの魚群って感じ。これじゃあ小エビの魚群サラダやん。そう。このエビなんだけど、プリップリ食感が特徴的で、海の恵みを感じさせる味わい。口の中でエビの踊り食いをしてる気持ち。一口食べると心身ともにリフレッシュされて、まるでミラノの海を感じるような爽やかな気分。ここでサラダは一時中断あることに気づきます。熱々のものを熱いうちに食べないといけないということに気づきすぐにシフトチェンジ。そしてサイゼの顔ともいえるミラノ風ドリアの半熟卵のせをチョイス。普段はコスパ重視で普通のミラノ風ドリアを注文するんだけど、今回はちょっと贅沢に半熟卵のせを注文。このドリアめちゃくちゃ好きで、チーズ入りのホワイトソースとトマトソースが絶妙に絡み合い、リッチな味わい。見た目はシンプルでも、口に入れた瞬間、うおーってなる。このドリアはやっぱり熱々の状態で食べるのが最高で、そういった意味では僕の舌は熱さ耐性に長けているので、フーフーせずにガツガツ熱々の状態を放り込める。そしていつも以上に手が止まらなくなった理由の一つがこの半熟卵。卵を割ってみると黄身がうわーっと流れ出して、ドリアに絡めて食べるともう言葉にならない美味しさ。というか食リポが苦手なだけ。この黄身のまろやかさとドリアのホワイトソースとトマトソースの濃厚さが絶妙にマッチして、口の中で忘れられない思い出となる。もはやミラノ風ドリアの上位互換。っていうかドリアの器変わったよね。お次は野菜とキノコのピザ。実はピザめちゃくちゃ好きで、ピザのカッティングにはちょっと自信がある。小指側にローラーが来るようにしっかり握って、手前から奥に向かって一気にカットする。そうすると綺麗にカットできる。これを打ち上げかなんかでやったら人気者になること間違いなし。さあそしてピザといえばまず生地。サイゼのピザの生地は薄くてサクサクしてるクリスピータイプ。この薄さが具材の味をしっかりと引き立ててくれて、新鮮さと旨味をダイレクトに感じられる。そして 4,5 種類あるうちの中からこれをチョイスした最大のポイントが何といっても具材。香り豊かなキノコと玉ねぎ、ピーマンのシャキシャキ食感が最高。そこにフレッシュトマトの酸味が絡み合って、これぞ絶品。野菜がピザに乗ることで重たくなりすぎず、軽やかでさっぱりとした味わい。ただし軽やかなのは味わいだけ。体重は重くなる。そしてピザで忘れてはいけないのはチーズ。クリーミーでコクのあるモッツァレラチーズがピザ全体のレベルを引き上げてくれる。自称ピザにはうるさい僕も、サイゼのピザは結構好き。この味でこの価格、リーズナブルすぎてリピ格。言い忘れてた。ピザじゃなくてピッツァです。次はコーンクリームスープ。サイゼのコーンクリすごい美味しいっていう噂を耳にして注文してみました。めちゃくちゃクリーミーで滑らかで噂通りマジで美味しい。この美味しさなら4リッターはいける。次はエスカルゴのオーブン焼き。これも初めて注文してみました。でんでんむしむしカタツムリ。どうかしました？そう、エスカルゴってカタツムリじゃん？前はカタツムリかよ、うわみたいな感じで食べたいって思ったことなかったんだけど、今回は躊躇なく頼んでみました。味はガーリックとハーブとバターの味がして、お酒のおつまみになりそうな味わい。お酒は飲まないけどおつまみは大好き。エスカルゴは貝みたいな食感で普通に美味しい。これ食べてて思ったんだけど、さっきの野菜のピザにこれを乗っけて食べればよかったって。絶対美味しかった気がする。ガーリックもバターも好きなのに今まで食べてこなかったことにちょっと後悔。というか写真で見るより実物めっちゃ小さい気がした。次はたらこソースシシリー風。これはサイゼのメニューの中で1、2、3番争うぐらいめちゃくちゃ好きなメニュー。いつも欠かさず食べます。久しぶりに注文して、まず驚いたのがソースの量。前はパスタと絡めた時にもう少しソース欲しいなっていうぐらいちょっと乾燥した感じになってたんだけど、今回はそんな気配なく、ソース増量キャンペーンやってんのかって思った。そしてこのソースめちゃくちゃうまくて、塩気が効いて旨味が凝縮されたたらこをクリームソースでまろやかに仕上げてる味わい。
まろやかさとしょっぱさが絶妙なバランスで嫌いな人いないんじゃないかなって思う。そしてこのソースは滑らかさだけじゃなくクリーミーさもすごい。たらこに生クリームやバターをふんだんに使っているらしく、コク深い味わい。いつもシシリー風って何って思ってたので今回調べてみました。するとシシリー風はシチリア風のスタイルのことらしくて、イタリアのシチリア島で発展した料理のことらしい。で、その料理はガーリックやオリーブオイルを使っているのが特徴らしくて、このパスタにもアクセントとして加えられてるからそういう名前になったらしい。なんか普通にちゃんと勉強になる。ちなみにこのコンクリ一番最初に届いたんだけど、もう全然冷めちゃって冷製スープになってます。冷めても全然うまい。次はほうれん草のソテー。これも初めて注文してみました。まずほうれん草自体食べるのすごい久々で、メニュー開いた時にまず目に入ったのがこれ。ちなみに紙に書いたのは最後の方。至ってシンプルなほうれん草とベーコンのソテーに見えるんだけど、食べてみるとガーリックの風味が抜群で、ほうれん草の甘みが際立つ味わい。ほうれん草はしなしなすぎず、少し食感の残ってる感じで、味だけでなく食感にも虜になる一品。ほうれん草自体ものすごい栄養価のスーパーフードだから、食べれば食べるほど健康になってく。きっとオリーブオイルも使われてて抗酸化作用もあるから、若返り効果もある。ほうれん草はビタミン A、ビタミン C、鉄分が豊富らしい。ちなみに好きなビタミンはビタミン E。次はミックスグリル。こちらも初オーダー。これを注文した理由はですね、鉄板メニューで一品欲しかったっていうのと、ハラミチキンを食べたかったっていうのがありますね。ちなみに今食べてるのがポップコーンシュリンプ。サイゼのメニューの中だとだいぶ新しい方。サクッとした食感の中からプリッとしたエビが出てきて、小さいからバクバクいけてしまう。そして今食べてるのがポテト。このポテトなんて言うんだろう。ローステッドポテト？一口サイズのハッシュドポテトみたいな感じですごく美味しい。鉄板に乗ってるポテトは脇役風だけど実はすごく好き。そしてコーン。シャキシャキっとした食感でバクバクっといけてしまう。ご覧の通り周りを食べてから主役に移るタイプ。噛めば噛むほど甘みが増してつい噛みすぎてしまうようなコーン。続いて辛味チキン。サイゼリヤといえば上位に名前が出てくるであろうメニューがこれ。最近激辛食べまくってるからこのチキンの辛さは楽勝なんて思いながら食べたけど意外とパンチのある辛さ。スパイシーな辛さで香ばしい香りが口いっぱい広がり、一口食べるともう一口ってなるような味。外はカリッと、中からじゅわっとジューシーな肉汁が溢れ出てくる。鶏肉の脂の甘みとスパイシーさの組み合わせはもはや絶品。辛いの苦手な人でも全然いける辛さ。辛さが後を引かないから後味も最高。続いてハンバーグ。ナイフを入れた瞬間は切りやすくてふわっとした感じ。食べてみると想像以上のジューシーさ。見た目は普通のちょっと大きめのハンバーグなのに、外は香ばしく中はふわっとジューシーで肉々しい。肉への愛が感じるハンバーグ。そしてハンバーグにたっぷりかかっているのがデミグラスソース。これがまた濃厚でまろやかな味わい。正直デミグラスソースって甘すぎるからあんまり好きじゃないんだけど、サイゼのデミグラスソースはほんのりとした甘みで肉の旨味と絶妙にマッチして美味しい。酸味のあるトマトソースの味すら感じられ、食べ進めるうちにどんどん深みを増し、気づいたら食べ終わってる。こんな旨味のたくさん詰まった鉄板が650円って安すぎてちょっと引く。そしてお口直しのコンクリ。完全に冷製スープとなってしまった今でもこのうまさは健在。冷たくなったコンクリ美味しいって初めて思ったかも。ちなみにコンクリってコンクリートじゃないよ。次はタラコとポップコーンシュリンプのクリームグラタン。久々にサイゼに来て思ったのが、タラコのメニューとこのポップコーンシュリンプのメニューが増えたなっていう印象を受けました。ポップコーンシュリンプとタラコって普段別々で食べることの方が多い組み合わせなんだけど、どうやらサイゼはこれを一つの皿に融合させた革命的メニューを開発したらしい。食べてみるとタラコの塩気とポップコーンシュリンプのサクサク感、そしてそれを包み込むクリーミーなソースが絶品。そしてグラタンで忘れてはいけないのがチーズ。このチーズただのチーズじゃなくてしっかりと焼き上げてあるので表面がカリッとして香ばしい。そしてその香り高いチーズの香ばしさが口いっぱい広がって至福。この至福さ常に持ち歩きたい。これを食べて感じたのはこういう革命的なアイディアが身近にまだまだ存在しているということ。こういう斬新な発想は家に持って帰って別のことで活かしたい。なんかサイゼありがとう。そしていよいよ最後。野菜で始まり野菜で締める。胃の中で野菜のサンドイッチをすることでなんか良さそう。この小エビ結構推してるみたいで単品で小エビのカクテルっていうメニューがあって、小エビだけ食べたい時はそれも良さそう。むしろそれをこのサラダにトッピングしたらもはや魚群超え。小エビでしっかりとタンパク質を補給し、野菜で食物繊維も取れて、栄養バランス最強の神サラダ。振り返ってみると半分ぐらい野菜だったような気もするな。サイゼって野菜を使ってる料理が多いからすごくヘルシー。このヘルシーさとお財布に優しい価格、そして素材を生かした料理、そして身近にあるお店。もはや毎日期待。最後に本場イタリアミラノから汲んできた水をグビッと飲んで完食。とっても美味しかったです。では、
ごちそうさまでした。そして今回のお会計がこちら。なんと3333円でした。バター！はい、そしてですね、食後に何かつまもうという魂胆で、ゲーセンにやってまいりました。食べ物目当てで来たんだけど、がっつり食べた後の自分の等身大のキャラクターを見つけたので、捕獲しようと思います。はい、センスないですなぁ。取る技術はないけど、クレーンゲームめっちゃ好き。続いてポッキーの山。これを大量にゲットして食後のおやつにしてやります。センスねー。全くと言っていいほどのセンスのなさ。この輪っかを狙って入らなかった時のこの感じ。機械が上まで上がってくるまでの滞空時間どんな顔していいの？あ、入った。いけ。行くか。スン。夢も希望も感じられない。ちなみにカビゴンとポッキーで1000円いかれました。もう諦めて帰ろうかと思ったけど、なんとか爪痕も残したい気持ちでリムルテンペストに挑戦。隣の台の魔人ブーと迷ったけど、点すら見てたからこっちにしました。こういう運ゲー要素の UFO キャッチャー結構苦手。いけ。行くか。はい。そう、ここまではいいんですよ。ここから、はい、スン。お、来たー。よっしゃー、これ来たわ。ちなみにこれ一発目100円で取れた。うおー、リムルテンペストやー。嬉しい。嬉しいわ、これは。チャンネル登録、高評価の方お願いします。では。